3次審査を通過した15人には4次審査、合宿審査に参加してもらいます。場所はもう山中湖のほとりで、期間は1ヶ月間、寝る、ご飯を食べる以外はずっと音楽漬けの生活になります。音楽と真摯に向き合って、音楽が身近に本当にあるもの、決して憧れのステージの上だけでなっているものではなくて、音楽と彼らの人生の距離をすごい縮めるための合宿。これでデビューするにあたって自分が求めている力、クオリティ、クリエイティビティ、アーティシズム、この全てをできる限り高めてもらいたいと思ってますし、それができる15人が残っていると思ってます。お邪魔します。お願いします。日高さんと別荘に。3歳。そう。入っていいよ。はい。失礼します。うわ、広。失礼します。めっちゃ広い。すごい。地獄さ、こういうのがパーテーションで仕切られたのが3部屋、各々が使う感じになると思います。はい。すごいの。次に行くよ。次は G-NEXT に行きます。少しこう防音とかになってるので、何も売ってないけど自分がパソコンとかを置いて簡単なプリプロができるようになるので、そういうことをします。はい。あとちなみに俺の居住スペースはここの2階になります。はい。うわ、広っ。うわ、やばっ。体育館だ。体育館だ。広げえ。すげえ。めっちゃ響く。うわ、やば。すごい。お、上すごい。この合宿のテーマソングができたので、聴いてください。やばい。俺たちの歌なので。はい。じゃあお願いします。流れるんだ。It's not too late, never too late to start. 逃げやしないさ。It's not too late, never too late to fly. Please don't waste my time. どうせ飛ぶなら高く。他のやつらじゃ到底追いつけないくらい。I'm ready to go. ぶち破ろう君と。周りの14人の目つきも全然違って、やっとここから始まるなっていうのが一気に実感できた瞬間でした。ついに始まったっていう気持ちになりましたね。あんま表には出してないんですけど、みんな覚悟を決めたような雰囲気とか目に見えてきて、頑張らなきゃなって思って。本格的に、歌ったり踊ったりが始まるのは明日からになるので、今日は広いので空間慣れてください。合宿にあたってのプレゼントが。マジだ。待って。ちょっとうわ、すごい。かっこいい。うわ、やばい。めっちゃやばい。プレゼントだ。なんかもう頑張るぞって感じです。大事に使います。大事にちゃんと使います。最高。何年したっけ？今19。あ、1個下じゃんかな。
大学一の代ですよね。今第1の代。俺2だ。あ、待って、今第2かも。誕生日いつ？誕生日8月です。あ、じゃあ1個下だ。2001年。俺4月。俺も2001年なんだけど。2001年なんだけど1月だから。ああ、そういうこと。まあ同い年だ。同い年。まあ、なんていうの？どう呼ぼうかみたいな。俺タイタイでいいか。俺タイタイでいい。じゃあ俺ルイルイかな。じゃあリュウリュウ。ちょっとよくわかんないけど。なんて呼ばれてる学校で？普通に呼び捨てで。ペロペロって。呼び捨てじゃないんだよ。あ、そっか。緊張してる。緊張してる。アリアナ・グランデってピアノすべての一番高い音よりも高い音出るらしい。俺も出るよ。想像で。マジ？じゃあやっていい？お、すごい。ホイッスルボイス。リコーダー。すげえってなる。来たーって感じです。明日からどんな感じかな。あれ課題っていうの気になる。確かに。でも今回はなんか短い期間なのでしっかり時間。そうだね。なんか僕一番最初に脱落しそうだけど、脱落してもなんかいいよ前で。ってそういうこと。これでもこれもう抜けないっすよ合宿中は。抜けないかな。つきものっすよ。結構辛いですよね。合宿審査前からなんかそのだんだん落ちていくっていうのがもう辛い。これ何かわかる？すげえ。逆に当てられるのが意味わかんないんだけど。そうなんですよ。僕ね絵が下手くそなんですよ。絵と字が下手くそなんですよ。気持ちが燃えてるからやっぱ。これに関してはもう下手とかちょっといけるよね。そう下手っていうか書く気ない。書く気ないっすよこれは。いやいや俺めっちゃ頑張ったんだよ。火ってどんなんだっけ？動物の手って言われてもおかしくないよね。火なの。ああ。あさって誕生日なんですよ。あさって。はい。まだここないとしたんですけど、もうあさってからもう先輩になるんで。じゃあなんかドッキリ仕掛けよう。言わないんだよ、ドッキリって。あ、言わない。言ったらドッキリじゃないんだよ。じゃあサプライズしますわ。それ言わないから。言っちゃダメ。言わないやつなんです言っちゃダメですか。全部言っちゃう。なんか意外と緊張しますね。してんの？それ絶対嘘してる。してない人の振る舞いだけど。してるっすよ。これ洗濯ネットですか？洗濯ネットあるよ。同じでございます。洗濯ネット大事ですね。大事やっぱ大事多分年上陣しか洗濯ネット持ってきてないんじゃないかなっていう。みんな持ってきてないのかな。いや持ってきてないんじゃないかな。料金はないっつってたよ。料金は持ってないよ。あいつ持ってない。料金は持ってない。ちょっといいですか？そろそろっすね。ありがとうございます。サラサラっすね。それしか言わないんですか？コメントがサラサラっすね。しかない。一人だけ季節外れの人。一人だけハワイから来た人。寒くないですか？いやでも今は寒くないです。そうでしょ。多分数分したら聞き始めると。ああ、今出たばっかりだもんね。はい。だからまだセーフです。まだ。みんなで集まって何かしよう。悪い君呼んできて。は一番大事で。みんな悪いこと考えてるでしょ。何かしらレオ君やっちゃおうかなみたいな。始めたろうみたいな感じで。よっしゃレオ君やりますか。いやだから俺思ってんすよ。3次審査の時から俺の扱いちょっとおかしいんですよね。一発芸でいいよ。一発芸でいい。じゃあそのテンポを意識してやってみようか。やってみよう。ちょっと一つ確認していい？2個目だよ。俺がやったらもうそのテンポで。ああ、なるほど。同時に。じゃあどうぞ。いきます。すぐやってよ。すぐだよ。丸三角脇角。はい。丸三角脇角脇角脇もうダメなんだよ。同じことやっても分かってるから。レイちゃん見てどうだった？なんか頑張ってるなって。なんか嘘つくよりはいいんじゃないかなと。全然ありがとう。でも嬉しいよ。言ってくれてね。僕はファンになりました。めっちゃ変換するやん。よし。まだもうちょい。
て晩ご飯。はい。あれ？親睦会を兼ねてバーベキューをしよう。うまそう。あ、美味しかった。オーマイガー。わお。すごい。うわやば。うわ。すごい。昼の人に行きます。お願いします。イエーイ。この音。美味しいです。めっちゃ美味しいです。この合宿は育成が目的であって、蹴落とし合うライバル関係を強める前に、彼ら自体の仲が近くならないとうまくいかないプログラムだしプロジェクトなので、初日に彼ら同士が心を通わすっていうのができるかどうかっていうのは最大のミッションでした。割と叶ったように思えたのが良かったですね。これから厳しくなる一方だから、せめてだからこそ楽しんでほしいとこありますね。白い息出るんだ。すごいなんか今まで感じたことのない一日で、まあなんかみんな楽しそうにしててすごいいい雰囲気だなって思ってよかったです。全体的にも楽しめました。こう今まで話したことない人たちとも同じこう夢とか目標も持っているので、すごくこう打ち解けるのにそんなに全然もう時間かからなくて、すごくみんなと仲良くなりました。一人の人間としても成長できるように頑張っていきたいと思います。まあすごいみんなの人柄もやっぱり改めて感じたこともいっぱいあるし、こういう子なんだなとかなんかそういうのがすごく一日でだいぶ分かったなっていうの。まあこれからね、いろいろこう厳しい環境の中だったりとか状況とかも変わっていく中でいろいろお互い変わっていくかもしれないですけど、まずはでもとりあえず人となりみたいなものを今日知れてよかったなとは思ってます。どんな課題があるとか全く知らされてないので、めちゃめちゃワクワクしてるし、ちょっと不安な部分もあるんですけど、まあ一日一日を楽しめていけたらなと思います。今日は楽しんだばっかなんで、この楽しい気持ちのまま寝ようと思います手が冷たい。ちょっと明日からここでレコーディングをしていくので、それの簡易スタジオ作りですね。楽しみだな。このタイミングで BMSG に限ってくれた子たちに失礼あってはいけないから、できる限り頑張りたいですね。燃えてきますね。燃えてくる。よろしくお願いします。少しずつ人数をこう絞っていって、合宿が終わる時には10人になってます。全部で3回審査会があります。1回目の審査会が9日後か。審査会を経て3名がこの中から脱落する形になります。クリエイティブ審査、これは日本の他の既存のオーディションではない審査内容、そして何よりも大事な育成プログラムだと思ってます。審査用に用意したトラックに
作詞と作曲なんだけど、要はメロディーだったりここはラップだったり、ダンスの振り付けコレオグラフまで、要はもう楽曲を1曲まるっと自分たち主導で作っていくっていうのがこのクリエイティブ審査です。マットキャブとマッツの2人です。よろしくお願いします。5人1組のチームになるので、まずそれを発表していこうかなと。チーム C です。チーム A です。チーム A です。ありがとうございます。はい。それぞれのチームに、ラップが得意である子、それから作詞作曲ライティングの経験がある子、それからダンスが得意であったりコレオグラフ振り付けを作る能力がある子、全てにおいて未経験の子っていうのを、バランスが取れるように振り分けたと思います。音楽を通して、こういう風な空間を僕たちが作ったら面白がってもらえるんじゃないかっていうのを彼らが考えてくれたらいいなと思ってます。頑張ろう。頑張りましょう。お願いします。本当に時間は死ぬほどある。中間発表でどこまで仕上げる？なんか横位置でいいから柏だけ完成させるか。いや、できればあれじゃない、ある程度軽いさ動きはできてたいっていうのが理想だよね。サビは絶対5人で踊った方がいいですか？なんか一人一人どっかで目立たしていきたい。結構じゃあ自分メロを習ったこれビートを調整する。ビートしてるじゃないですか。普通に聴いててここの部分をもうサビにしてしまってもいいし、逆にこれはイントロとして彼らはダンスしてもいいし、少し展開が変わってこう静かになったら「ダラッテンダ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 」って歌ってもいいし、逆になんだろうね「I said I'm better now, I guess I need it now, I said I'm better than last time, I need it now」ってラップしてもいいし、全てが自由です。こうピアノになったとこ、普通だったらここは「あー」とかこう歌いたくなると思うんだよね。逆にいやこれ静かになってるけど「わさならねらならならならわえせがならってたらねたらねらな」って熱くラップしてもかっこいいんじゃないっていうチームもいてくれたりするといいなとか思います。よろしくお願いします。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 よいしょ。もう考えてくれてる。ここメロもハマりそうやけど、めっちゃ詰めてラップしてかっこいいね。どっちもいけるよね。エモくなるよね。そうだね。どっちがいいんだよね。もうやりようは無限なので、今日は設計図を作りましょう。はい。どういうね、皆さんの頭の中でどういうアイディアが浮かぶ、どういう絵が見えるんですかね。この感じのトラックを聞くと。なんか僕は晴れの日。めっちゃわかる。めっちゃわかる。それはわかる。晴れてよかった。晴れてよかった。最初なんか嫌なことあってもなんか明日は晴れるさみたいな、なんかそういう能天気な歌がめっちゃ合いそうだなって。希望的な。どんな嫌な通勤前とかでも聴きたくなるような曲する。いいね。一日のね、自分の中でスタートでもうチャリこぎながら聴きたい曲。起きて今日もいいね。それいいかもね。なんか自分の一日始まりのテーマソングみたいな。そう。
チーム A みたいなチーム A イエー What's up? イエー行くぜイエーみたいな最初の頭さみたいな感じでこうなんか楽しくてめっちゃイメージするでこうなんか集まってきてできましたここら辺メロディーズいやラップでもいいと思うなんかでもいいねいいじゃんはいじゃんラップ入らずにメロ2周目行ってからその後さちょっと間空くじゃんあそこどうするそのラップするかそれともしないで一言でみんなでこうやって踊りながら「イエーイ!」っていう感じを見せるかどっちだろうな2つパターンやってみてそうだねいいのやってみようでそことあとテーマだねテーマ晴れでしょ晴れでいいか誰かやるやりますやろうよ全員宇宙語でじゃあ最初に俺が言った方がいいどういうこといいねそんな感じだねなんかフェイクとかも良さそうですねそうねフェイク残ってたりしててもいいよね朝から寝るなななななるほどなるほどやりたいことがすごいその最後のサビの前に「イエーイ!」みたいなもう転調して「でもう一回最後のところもうみんな道で踊ってる感じの祭りみたいな川辺の道をうわーシンプルに楽しい曲作りってこういう感じなんだレオやったことないのみんなでやるというかなんかトラック送られてきて自分で考えて歌詞つけてみるみたいなことはあったんですけどこういう風にみんなで「あこうだったよね」みたいなやったことなかったんですごく楽しくて意外とみんなでポンポンアイデアを出し合ってできたのがすごく良かったなって思いますしなんかすごく本当にこの3チームの中で一番いいものができそうだなっていう風に感じてますね。マナトはライティングの経験があるからマナトが引っ張るかなと思ってたんですけど、びっくりしたレオがみんなでいる時のムードメーカー的なポジションをそのままにクリエイトとしてもリードしてってたんですよね。メロのアイデアとかも一番出してたし一番アイデアあったしそれが一番びっくりしました。ちょっと部屋っぽいちょっと陰なイメージが陰なイメージね内側でフックで広がる、仲間とかこう後ろに映ってて歌うみたいな MV がサビが浮かびます。雨上がりか雨上がりいいですね。僕通勤っていうなんか日曜日に悪くはあったけどその帰った後になんか終わってよし仕事行くぞみたいな一日にしても面白いかもしれない。その曲を通して一日を表現する。面白いね。そうそうで、朝は雨だったけど夕方になるにつれてここ曇ってちょっと晴れてくるようなワンデイワンデイいいね。ワンデイいいっすね。だからやっぱその朝の通勤へこんでる朝も出せるしここでちょっとプリフックの長い版みたいにしても面白い。ちょっとこことはテンション感違う。そうです。なんか今回その大輝自身もそんなにガツガツいくラップではない。違う感じでいきたいらしい。
メロな感じ。そういう一面を見せたいっていうのもあるんで、それぞれがやっぱさっき喋ってた感じで、一番出したい味をそれぞれある。レイちゃんだったら歌だし、割とハイトーンボイスっていうよりは下で響かせる歌い方だったりするんで、結構高いと思ってる。急に自信なくなる。これはだからどっちもありで考えてた方がいいんだよ、ここはきっと。で翔太がリーダーとしてリーダーシップを完璧な形で発揮してるなと思います。レイちゃんのこのラインとか歌声は最高だから、これをこういう場所でこうやって生かそうみたいな。でそれに呼応するように大輝が、俺実はこういうことに今回自分が挑戦したいから、こういうとこでそれやれたら引き立たないかなってアイディアが出せて素晴らしい。ちょっと皆さんのどういうバイブを出すを聞いてみたいな。ちょっと自分の実験できる、試すんだよね。そうそう、風呂に入ってると思った方がいいよ。こういうのもいい。いいねいいね。My day, your day, 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 babe. ありがとうありがとう。はい。やっぱやばいわ。今の作業半端ないですね。半端ない。今の作業。これ楽しいですね。初めてだったけどめっちゃ楽しい。それは伝わってます。信じられないくらいのメロディーセンスを持っていて、みんなびっくりしました。初めてでしょこれがっていう。曲作るの初めてで、こういうラインができるのっていう。でそれをなんか喜ぶみんな、最高だぜレイちゃんって、クリエイティブファーストです。完全にクリエイティブファースト、クオリティファースト、アーティスズムファーストを体現しているチーム C の今回の曲は、なんかザ・ファーストそのものと言っても過言ではないかもしれないって1日目の段階では思ってます。どういう情景が？なんか爆発的に青空が浮かびましたね。そうね。俺なんか海沿いをなんかこうオープンカーでこう青空なんかやってる感じ。本当になんか昨日の最後に会う曲みたいな感じ。僕はどっちかっていうとなんだろう、外っていうよりかライブステージとかそういうのを割と思い浮かべて、ラストの曲とかこういう曲を持ってきたりとかするだろう。例えば、空の下のパーティー。空の下のパーティーです。ちょっとやってみて、バイブスを感じながら何ができるかオプションとして、やりたいことをなんか適当に出してったらパズルしていくし、なんかノリで歌ってたら、あ、これ良さそうだなって思ったらそれそのまま膨らましていくこともできる。何回でもできるしね。あと全然あれだけど言い方もわかんないけど。そうそうそう。いいやり方はないですよ。やり方ないです。そうなの。やり方ないの。Yeah, we gotta始めるパーティー Let's get started, we gotta party 俺らは諦めないから。いいねいいねいいね。
プリプロ自体がほぼ未経験だったので、どういう風にやればいいんだろうとか、何か考えなきゃ何か考えなきゃみたいなっていうのが働いて、あんなちょっとシリアスな空気になってたんかなと思う。そうよね。自分が作る時ってやっぱ一人っきりの時が一番やっぱ集中できるっていうか、絞り出してっていう風になんか考えちゃってたんで、そういうところやっぱり弱いなと思いましたね。いざそういうはいちょっとじゃあなんかやってみてってなった時に力抜いてバーってできないっていうのは、まあ、反省点だったっていうのはあるんですけど。まあ、とりあえずだからさっき一番最初サビでサビ行こうって話したけど、ここが結構重要かなって。ラップで今度打ち分けあ B をそういうこと。最初にラップあった方がいいような気がするんだな。やっぱ最初にチルい感じのラップがあって、で B でメロディーチックになって、どっちかっていうとサビよりさ B の方がなんか一人一人の歌唱力が目立ちやすいようなそういう雰囲気になってるから、なんだろう、あんま意外と歌唱力みたいな、それこそ落ちサビのとこだったりね、最後の方のさ、もう一回来るとこで結構だいぶ出せると思うから、言ったそのライブステージとかでもなんて言うんだろう、最後なんだろう、みんなバイバイみたいなじゃあさ、あれじゃない、その最後さ、例えばじゃあこのサビをもう一回持ってくるとして、落ちサビのところで一回落としてみたいなやつ、その後に最後にこのサビをもう一回そうそう、もう一回そう宿題を今日作った方がいいね、そういう誰がどこを作るのかで、明日のプリプロの時にこういう風にしてみようと思うんだけどって言って、歌詞ありでもいいしなしでもいいから、ああいいねとか、ああとかなんかそういうなんか宿題を作っちゃいたいね、こんなに朝から晩まで音楽にまつわることをずっと会ったばっかの人と初日ね、どう動けばいいのかわからない状態だからこそ、みんなが一つ一つの意見を聞き入れてなんかやりきれなかったところがちょっと心残りはありますね。正直ついていくので精一杯というか、後半はもう話してる内容を理解して共感してで精一杯になっちゃって、あまり自分の意見が出せなかったので、明日からはどんどん自分の意見を出していけたらいいなと思ってます。うまくいってないと思います。フックを、歌い分けとかリーダーとか本人たちが決めてくれればいいと思っていたんですけど、そうしたかったんですけど、明日はだから少しチーム B の面々は体制を整え直してほしいかなと思います。さら